カリいただきます。今後ほのかに甘いのと味噌の香ばしいいい香りです。なんだろう、おやつって感じ。味噌の中に多分くるみとりんごを混ぜ込んで包んであげてるので、周りほんとカリカリだし美味しいよ。くるみ出てきた。これ嬉しそう。超うまいってこと？味噌だからしょっぱいのが強いけど、でもほらくるみとかさ、りんごのほわんとした甘みがあるから、ちょっとしたおやついい。でとろろにはつゆを入れてくださいって言われた。ちょっと入れちゃうよ。当然のことながらこれでございます。七味は光の加減なのか、なんかちょっと薄緑色に琥珀色みたいにちょっと見えるね。いただきます。腰がしっかり、すごい冷たいお水で締めてるので爽やかな感じです。なんかさらしなみたいなさっぱりさなんだけど、なんか若い感じの味がします。上品な味でクリーミーで、割とおつゆの味が濃いから甘すぎなくていいかも。ここには細い刻み海苔が、海苔がアクセントで、これも美味しゅうございます。全体的に上品なのかな。普通は濃ゆい、すごく、でもね、途中で飲むと濃いんですけど、ちょっとつけてするのに、これがお蕎麦がさっぱりしてるからちょうどいいかも。なんかさ、緑なのがさ、まだらだと思うんだけど、だから光の加減、ちょっと蕎麦とは違った草の香りがする。やっぱそう思った？ちょっと一人だとコメントしづらくて、勝手に田舎っぽい匂いがしてたけど、とても上品な。確かに上品な蕎麦だ。ほんと前の通り、こんなに濃い出汁なのに蕎麦作ると全然感じないね。三昧はそれなりに美味しいけど、普通の返しが一番うまいな。薬味もうまいわこれ。どういうことこれ？なんかすげえうまくなる薬味。びっくり。どういうこと？こんなに薬味が引き立つそば初めて。樹齢何億年。3本杉で1本、あっちに、本当だ、あっちにもある。800年。
しいたけでしょ、まいたけでしょ。なんとかしめじかな、本しめじかな、そんな感じです。おつゆかけ、いい香り。もう冷えてきたからね、これがねしみるよね。いただきます。甘いんだ。おつゆ甘い。甘い。甘いっていうより甘いけど、甘いっていうよりなんかカツオの他に貝の出汁が入ってそう。そう。甘いですよ。甘いだろう。そういう感じ。そういう感じで。おつゆだけちょっと飲んでみるね。カツオが強いと思うんですけど、やっぱ甘いかも。甘いおつゆ。甘く感じる。先ほどとだいぶ違う感じです。先ほどよりちょっと柔らかめに茹でてあるかも。草の香りは？うん。しない。やっぱ違うんだね、店によって。割と醤油の味が強いかな。まあでも全体的に全然甘いかも。甘い感じです。でも柔らかめで茹でてあるんだけど、噛んでいくとしっかりしてるなっていうのが不思議。表面がだいぶツルツルしてるよね。先ほどよりツルツルしてる感じ。喉越しがいい感じです。もち盛りっていうので、はい巻いたような盛りで、はいはいはい。一人ずつこう綺麗に持っていけるような感じの、はい、盛り方になってます。普通盛りが5つ、大ざるが7つ持ってますね。いろいろ食べ歩きしてみてください。はい、ありがとうございます。これ買いましたんで。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。リンゴバター信州で買ってきたからつけて食べてるよ。鶴屋さんっていうスーパーが長野は多いんですけど、そこのオリジナルのジャムバター。とってもお菓子感が増すね。お菓子感が増す。なんかトースト、ジャムってやっぱ甘いだけなんだけど、バターが入るから、なんかバターを塗ってジャム塗ったのとはまた違うよね。混ざってて。もうお菓子の中に入ってるなんかこう、クリームみたいな感じじゃないね。本当だ。やっぱりちゃんと混ざってていいね。ね、言いたいことわかる？バターの上にジャム塗るのより全然、なんだろう。まあちょっと朝食、でも朝食しょっぱいのが好きな人はちょっとあれかもしれないけど、きついね。ね、でもまあ美味しいよ。おやつには素晴らしいんじゃないこれ。
これ一瓶速攻で食っちゃうやつとかいそうだよね。うん。美味しい。国産レモンっていうところに惹かれたので、レモンバターも買ってみた。レモン好きとしてはね、買わないわけにいかないから。多少いわゆるレモンの薬臭さっていうのはある。うんこちらもうまい。いい感じだね。いい感じ。レモンの薬臭いのはしょうがないのかね。最近だいぶなくなってきたのも増えてきたけど、最後にちょっと薬臭いのが残るけど、これはしょうがない。ね。相当緩和されてるよね。やっぱリンゴのが甘いからか。レモンのがいいかな。安納芋が好きなので、全然長野と関係ないけど、安納芋バターを買って、安納芋バターって書いてある？芋だ。あ、そう。これどうかな。いや、うまいんだけど、もっと食パンじゃなくて、なんていうの、クロワッサンっぽいさ、デニッシュっぽいの、ああいうのに入れた方が美味しいかも。塗った方が。柿バターでいいのかな、これ。どうなんだ、ジャムなのかね。これは普通にジャムなのかな。なんとか。柿ジャムって書いてある。柿のジャムなんて食べたことない。いただきます。果肉たっぷりって言って言い過ぎかもしれないけど、果肉がしっかり入って、めっちゃ柿だ。だろ。このサクサクな8枚切りの焼いたパンに合うね。なんか面白いよね。とってもデザートだな。これも。これだけでパンにこれ塗っておやつになるんじゃない？ほんとそんな感じ。なんかあんまりこう加工してないみたいな感じで。思ったより丸ね。柿が好きな人にはとてもおすすめかな。予想外なヒットな気がする。チーズトーストにしたからちょっと柿の信州一田柿ジャムをのせてみたよ。美味しいかはわからん。俺はダメだと。あ、うまいの？ちょっとね、チーズ感じてきてね、合ってる気がしてきた。でしょ？お試しあれ。なんかあんずとかに近いような、ちょっと香りがね、ちょっと酸っぱいよ。あんずっぽい。すもも？あんずジャムのもうちょっと酸っぱい版。かりんを知らない2人が食べてる時点でコメントに意味がない気がする。あれまだある。あれはあるとされてるんで調べたりとか誰もない。面白いね。お通しで七輪で扱うなんてなかなか大変だ。
もうふわふわってなる。本当だ。うん、いい香り。ね。いい香り。いい香り。いいね、この可愛い七輪。うん欲しいね。じゃあ、代わりに。いや、おじいちゃんがよくこれ火鉢で食べてたから。ああ。かっこいいなおじいちゃん。朝からそんなこと食べてる。うまい食べ方をよく知ってるんだよね、昔の人は。甘いねこれ。うん、みりんも近いやっぱり。かなと思った。そうね、冬は大変だったね。朝早く起きて、みんなに火鉢に火を起こして、温めて、おじいちゃんのために。お、プルプルだよ。プルプル。プルプル。プルプルだし、中にお豆腐も入ってる。お箸でちぎれる。しっかり味が濃いめな。でも甘すぎないし。大和煮っていうの。ああ、なるほどね。そんな感じ。甘いんだね。あ、でもそんなにね、そばみたいに甘くない。卵が乗っかってるの珍しいね。売っちゃった。卵は冷たいです。卵は冷たいです。あ、そうなんだ。面白い。本当。大和煮みたいだ。ね、そういう感じっていうに。でも香ばしい。お好みでわさびね。ザーの天ぷらって面白いね。面白いね。で、ありでしかなしですか。ありだと思います。面白いです。すいません。意外に今まで食べたことないかも。今まで食べたことないかも。まあ、ないだろうな。でもサクサクだよ。でも漬物だよって感じ。本当だね。不思議な食い物だねこれ。漬けでしょっぱいから塩もいらないし。女の人は好きかな。お前好きそうな顔してなかったよ。好きそうな顔してない？食べ進めると変な癖になるかも。俺はあるかも。わさび乗せるとアクセントでいいかもね。わさび乗せたらね相当うまくなる。大きいキノコも入ってるほら。なんか変わったキノコで。ね。食べてみよう。マコモダケのような新しい出会いがあるかも。食べたことのないキノコだ。食感があんまりキノコっぽくない。トロトロ、この周りがちょっと薄いからトロトロしてる。一瞬キノコと思うけど、なんかキノコしてなくて、初めて食べるキノコです。前に焼いたお肉の炭の網についたお肉の肉の風味がします。シャキシャキ感がいいよね。レンコンのシャキシャキ。レンコン焼くってないな。フライパンで油で引いて焼くのはあるけど、炭火で焼いたことはないかも。なんだっけ、語り部とかでやってたじゃん。
噌もいいけど。醤油とわさびで食べるのもいいかもよ。これは味噌の方がうまいかも。がっかり。ナイストライ。お店の言うことを聞くべきだったってことだね。ちょっとわさびと醤油が負けてしまいました。120円です。いただきます。揚げたてです。あ、カリカリ。手でごめんなさい。赤。あんこ。本当にまんじゅう。うん。そばまんじゅうってことは一応そばの皮がそば粉でできてるってこと？わからない。うん。浅草で揚げまんじゅうってあるんですけど、あれのもっと軽い版みたいな。美味しいよでも。なんだろうね、まんじゅう揚げるの美味しいよね。ここはちょっと全体的に細めだけど、今まで食べたのちょっと太めなんだけど、あんまり見た目にわかんないけど、このおそばも美味しいと思います。今までで一番香りはあるかな。甘い。あ、ここの甘いんだ。ちょっとつけて食べてみる。トータルバランスでいうと、ここが一番好みかな。だからさっきのお母さんと一緒なんだよ。そんなにカツオが主張してない感じで、いい感じです。美味しい。ほんとそばの香りするじゃん。ね、そう。美味しいんだ。はい、ありがとうございます。一番そば感を感じるよね。ね、全然違うこれまた味が。そばを食ってる感がすごい素晴らしい。なんかこれであってほしいって感じだよね。ちょっと濃いかな。あ、そう？あ、じゃああんまりそんなにどっぷりつけないで。ちょっとつける方がいいかも。
しみ。これ辛いやつかな。大根辛いやつかな。ちょっと舐めてみるから。辛いやつだ。ちょびっとにしよう。100ミリ入れてももう邪魔しないかな。少ないからかな。ちょっと入れちゃってもいいかな。ちょっと変わった？全然変わった。そうか。相変わらず薬味入れってうまいわ。でもここは薬味なしも食いたい。どっちも食いたい。10割だとこういう風に盛るんだね。ぼっち盛りじゃないんだ。ね。10割。見た目はそんな、まあ少し濃いかなぐらいか。そんなにか。確かにボソボソになるね。じゃあこれちょっと塩をかけてみますか。パラパラ。そばの味が引き立つかな。塩かけ美味しいですね。でもね、はそんな極端に変わらない。私はね、舌がバカになっちゃうから。じゃあおつゆで食べたいと思う。つゆつけるとやっぱ違うのがよりわかるかな。やっぱちょっとほら9割な分ちょっと噛み応えがあって、でもね、先ほどの方のがなんかそばを感じたのは気のせいかな。私はね。結構顎が疲れます。でも美味しいな。どっちが好み？難しいな。はい、塩もどうぞ。本当だ、あんまり違うのわかんないな。わかんないでしょ。糖白だからしょうがない。で、こっちはネギが辛いね。あ、そう。昨日のお店はネギがそんなに辛くなかった。ネギ臭いっていう、辛いっていうかネギ臭い。このお店によってこう箸の袋も工夫したのかね。なんかどこもいろいろ特徴があって。天気じゃない。あと10割で薬味ない方がうまい気がする。あ、本当？どう？薬味ない方がいいかも。だろ？ね。朝一美味しいおそばでよかった。ね。なんかこの10割だったらこっちの普通のそばの方がうまいかな。そうだな。いつも10割の方が好きなんだけど。そう。これ塩だけ舐めてみた？食べたよ。塩だけ。あ、塩だけは食べてない。結構辛い。
でしょ。ちょっと不思議な感じだよね。結構濃いでしょこの味。びっくりするよね。なかなかとんがったしょっぱさだけど、そばと一緒だと全然そんなことなかった。あ、本当何食べたんですか。半猿の例のラリーのやつと、ハートルやってんの。はい、とあと10割をいただいて、あ、じわりで。あと揚げそばまんじゅうと、はい、あ、そうですか。よかった。で、これでまた上行って。そうです。ね。はい、じゃあね。とっても美味しかったです。ありがとうございました。ありがとうね。ナンバーです。でも結構茶色いから、もともと10割なのかな。そうめで。そうよね。本当お店によって違う。また味わいが違うよ、そばの。これはちょっと濃いんじゃないですかね。色がだって濃いもん。ね。濃いし、割と柔らかめ、細め。これは江戸な感じですね。カツオが強いから。まあでも甘めだけどしっかりしょっぱさも感じる。これいいと思う。ちょっとつけて。もうちょっと。本当お店によって全然違いますね。いいと思います。ザってやこうざるに揚げたのをやってるんじゃなくて、この洗うでしょ、揚げてから。それをこう一ぼっちずつこういうざるにピュッピュッて揚げてご提供するっていう、ここで水切りをするっていうことらしいよ。あ、もうそういうふうに言われてるんだ。公式発表。だから割と水っ気が残ってるっていう。そうだよね。水滴がついてる感じだもんね。ちょっとでも江戸っぽい感じ。私の勝手な解釈だけです。割と塩気が強いから。ここはわさびはない。ないね。そうだ、なかった。辛みの大根とよく合う感じ。つゆもここのも美味しいかな。普通に東京のそば屋で食うのとは違うな。これおそば結構茶色いですけど10割なんですか。今日は2八でこんな茶色いんですね。引きぐるみ状態なので割といりますね。はい。今日はってことは日によって違うんですか。そうじゃなくて冬だけ10割もやります。あ、そうなんですね。冬っていうか12月からね。12月から。はい。はい。はい。熱いって言われたね。タレが、し
醤油のいい香り。いただきます。かっこいい、この米。うん、そば団子。ほんと。素朴なお菓子っていう感じ。これもしっかりめの水もちゃんと切ってあって、もうそばの風味が強いかも。水切ってるからかな、そばの風味強いかな。しっかりしてるので、エッジが効いてるので固めです。でもつゆもちょっとつけて、つゆはこんな感じ飲んでみますね。また違いますね。これはなんかかつお節の味が違うのかな、かつお節の味が違うのかな。でもここも甘めです。なんとか甘くないの、そばのみさんぐらいか。そうかな。つけて食べるとカツオの香りが立つ。固めだ。でもそばの香りがすごいね。ここもだいぶ緑っぽいですよね。ね、緑っぽいよね。そばの香りがすごい。途中だけ飲んでみて。ね、カツオのこちらもカツオが強いけど、すごくカツオが強いね。ね、またでもそばのみさんとは違う感じ。ね、ずーっとすするからかもしれないけど、カツオの香りがこうふわっと。これつけないのがうまいかも。だしつけないのがうまいかも。あ、そうか。そしてまたほら、薬味入れると変わる味変かもしれない。ここは大根なかったんですか？ない。わさびとネギ。カツオが消えちゃったね。ね、なんか一気に東京のそばに引き戻された俺は。逆に入れない方が良かったね。お焼きって割にはなんかちょっとおまんじゅうっぽいけど、こんな小豆のとかぼちゃって言われたんで小豆にしてみました。ほかほか。美味しいと思うよ、この皮の感じが。山クラゲよかったら。山クラゲ？はい、山クラゲ。サニーレタスの仲間なんです。あ、食感も面白いのでぜひ食べてみてください。はい、ありがとうございます。
箸休めにいいね。食感がシャリシャリ。ピリ辛で美味しいです。あ、横だった。この木漏れ日が素敵。なんかデスクトップ背景とかにできそうな写真です。そう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 。この画面は気に入りましたかって出てる。こっちにまっすぐじゃないちょっと楽めの階段もあるのかも。これの白版となんかピンクの可愛い刺繍のものと5種類あったけどこれにしました。もうおばちゃん丸出しの。嘘。男っぽいくていいかなと思ったの。そうか。でこれが今日の日付で、はい、はい、御朱印デビュー戸隠です。なんかすごいね。金木こちらは700年。はあ。少し虹が出てる。本当？下の方ほらちょこっとだけ見にくいけど。ああ、なんか出てる気がする。そんなに急だけど、うん、距離は大したことなかったね。下から見るとめちゃくちゃ急な階段です。ちょうどいい方向に太陽が回ってきた。かやぶき屋根のお宅もこんな素敵な感じで青空に映えております。うん、おお、素晴らしい青空が。きつい。しかしやっぱこうやって正面に出てくる本堂は素晴らしいね。
感じかな。あんまりこうそんなに香り強しという感じではなくて、つるつるしっかり、でもやっぱりしっかりしてる感じだな。多少が強いかな。いや、昆布も半々ぐらいかな。割と甘め。色の割にそんなに濃くない気がするかな。飲むと濃いんですけどね。つけるとちょうどいい感じ。今回2番目ぐらいにそばの香りがする。これなんか濃いな、これ。醤油が濃い。つけるとちょうどいいかな。結構どっぷりつけてね。薬味、ネギと大根入れたよ。また別物になったな。やっぱりなんかすごく激変するのはなぜだろう。なんか異様にマイルドになっちゃったんだけど。気のせいかな。甘くなった。ね。何なんだこのうちの辛味大根のせいかも。全く理解できない。理解できない。もう分かんなくなってきたね。自分たちの舌がおかしくなってきたからね。違う食い物だな、全部。どうしましょう。少なくとも時間とお金をかけて戸隠に来た甲斐はあった。ね。よかった。味噌汁うまくって感じ。こちらも周りがカリカリ、ふわふわ。ふわふわ。そばがきって感じだったけど、こっちももうちょっとクリーミーってことじゃないけど、こっちのがもうよりお菓子、今っぽいお菓子になってる。つぶつぶは分かりますが、そばかどうか分かりません。ちょっとごまっぽい。ああ、まあそうなると思うよ。外は寒いがまだ耐えられます。ソフトクリームのためなら。はい。ちょっとひんやりするね。真夏に食べるのとは違うね。でも割と濃いよ、ミルクが。これ350円だったらすごい価値あるかも。本当。都会なら650円とってもいいかも。言い過ぎだろ。言い過ぎ？わかんないけど。いや550円っていうぐらい美味しいよ、本当に。